つも最高の歌やダンスで見る人に多くの笑顔や癒しをくれる BTS。しかし、時にはステージ上で涙を流す姿を目撃されることがあります。メンバーの V ことテテも実は過去に何度かアーミーの前で涙を流しています。今回はそんなテテの涙の理由とそれに関連した感動エピソードをいくつかご紹介していきます。非公開メンバーとして登場した不安いっぱいのテテ。テテはデビューが確定したメンバーとは違ってその存在はしばらく非公開メンバーということで秘密にされてきました。他のメンバーはプレデビュー期から SNS や YouTube などを通じて積極的にファンとのコミュニケーションをとっている中、テテは画面に映らないように端にいたりして少し寂しい思いをしたと語っています。 BTS はデビュー初期に BTS 胸を開けという韓国放送 SBS に出演しましたが、そこでファン BD はなぜテテが非公開メンバーだったのか語りました。テテは幼い年齢な上、魅力的な声、ハンサムな顔立ちなので他の事務所に引き抜きされないか心配で公表できなかったそうです。当時は小さい事務所だったため、練習生たちは契約期間が短かったり、契約できなかったり、他の事務所へ移籍したりすることが多かったので、ファン BD はテテを守りたかったんだとか。しかし、デビュー直前まで名前も明かされず、テテ本人はとても辛かったそうです。6人のメンバーと BTS としてデビューできるのか、毎日不安だったと語っています。長い間非公開になっていましたが、ついに BTS のメンバーとして公開された後、アーミーから1通の手紙が届き、嬉しくて朝方まで15回も読み直し、メンバーや家族に自慢したエピソードは有名ですよね。ファンサービスがあっても、テテは非公開メンバーだったので、ファンもテテがメンバーとは知らずに飛ばしていく姿も見受けられ、そんな時、泣きそうな表情をしているテテに気づき、長男のジンが気遣っていたりする時もありました。このテテ、かわいそう。でも、この時ってまだテテ、非公開メンバーやったんやろ。だから、女の人も知らなかったのかな。っていうか、ジンさん優しい。さすがヒョン。長男。この動画見るたびに涙出る。デビューショーケースの時に、アミの前で涙がこみ上げてきたテテ。テテは練習生の時に非公開メンバーだったから、みんなと一緒にいるのにカメラに映らないように隠れてたり、テテなりに不安で寂しかったんだろうな。おばあさんのことで泣いている心優しいテテ。まず最初の号泣エピソードは2016年11月に韓国で行われたファンミーティングサードマスタールでの出来事です。テテ本当に偉いって思った。おばあさんが大変な状況でもペンの前では笑顔で居続けたわけだし、今日泣きながらそのことを話してくれたのもすごいと思ったし、もう涙腺が崩壊中です。ライブの終盤、締めくくりのコメントの中で、テテは自身のおばあさんが最近亡くなったということをアーミーの前で打ち明けてくれました。昔は服のセンスがなかったと話してて、ただただ僕はおばあちゃんが毎朝学校に行く時に用意してくれてる服を着てたと話してたけど、本当におばあちゃん子ならではのエピソードで本当に微笑ましい。子供の頃、ほとんど親代わりとして自分を大切に育ててくれたおばあさんとの永遠の別れは想像を絶するほど辛かったはず。しかし、それでもプロとしてカメラやアーミーの前では非常に振る舞っていなければならなかったテテのことを思うと涙せずにはいられません。また、そんな自分の当時の胸の内を包み隠さず話してくれたテテの姿からは、普段からどれほどアーミーのことを信頼してくれているのかも伝わってきて、切なくも温かい涙を流した人も多かったのではないでしょうか。パリのライブで泣いているプロ意識高いテテ。
続いてのエピソードは、2018年10月に行われた Love Yourself ツアー in パリス初日に起こった出来事です。今日風邪で喉の調子が悪くて、ところどころ歌で声が出てなかったテテ。パリのアーミーの歓声に励まされたのか、最後に大粒の涙が。なんて心が綺麗なんだ。風邪をひいていて声の調子が悪かったというテテ。公演中には咳をしたり鼻をすするような仕草も見られたとか。どんなに体調が優れなくてもライブ本番は待ってはくれません。楽しみに待っていてくれたアーミーのため、万全の状態ではないながらもなんとか舞台をこなしたテテ。しかしそんな自分の不甲斐なさから思わず涙を流してしまったようです。たくさんの悔しさがテテの涙から伝わってきて涙が出る。パリ1日目動画見てるとテテずっと喉を気にしながら、本当はすごくきつかったのに歌えるとこは歌ってダンスはしっかりして最後まで泣かずに頑張って、本人はすごく悔しかったと思うけど私はすごく頑張ったと思う。3時間の長丁場を苦しみながらもこなしたテテの姿に感動するアーミーがたくさんいる一方で、本人はプロ意識の高さから最後に悔し涙を流さずにはいられなかったのかもしれません。アーミーを大切に思っているからこその涙があまりにも美しくて、見ているこちらも思わず涙があふれます。泣いているテテに対してメンバーの対応は、そんな風に涙するテテのすぐそばにはいつも必ずメンバーがいて支えてくれます。おばあさんのことについてアーミーの前で話すテテに対するメンバーたちの反応にもぐっとこみ上げるものがあります。おばあさんが亡くなったことについて話すテテの横で、同じように胸を痛め涙を流すメンバーの関係性に胸が熱くなる。テテがおばあさんへの思いを話す横で同じように涙を流すグクや、少し離れた位置に立っていたのに心配そうに近づきながら見守るジミンなど、メンバーそれぞれがテテの悲しみに寄り添っていることがわかります。おばあさんが亡くなった知らせをテテが聞いた時、きっとメンバーもその場にいたはず。自分のことのように胸を痛めているように見えますね。またパリでテテが号泣した時にもメンバーがそばでしっかりと寄り添ってくれていました。大丈夫？なんで泣いてるの？どうしたの？これが僕が泣いてるのを見る時の気持ち？テヒョン泣くなよ。ヒョンの心が痛いよ。泣かせてやれ。よく頑張ったよ。ジミンちゃんの頭と頭つけて慰める感じも、メンバーみんなテテの気持ちが分かってるからそっとしとく感じも泣ける。ステージの裏で号泣するテテの周りに集まって言葉をかけるメンバーたち。リーダーの泣かせてやれという言葉にも彼らしい優しさがぎゅっと詰まっていますね。ライブ中でも常にメンバー同士観察し合い、辛そうなメンバーがいればすぐに駆け寄って慰める。こんな姿も BTS の大きな魅力の一つだと言えます。テテについて、タイ宮で開催された現事務所のオーディションに友人の付き添いで行ったところ、審査員からオーディションに誘われ無事に合格しました。2013年に BTS の7人目のメンバーとして公開されデビュー。以来、圧倒的なビジュアルと魅惑的なバリトンボイス、見た目とは裏腹の親しみやすいキャラクターで世界中を魅了し続けています。まとめ。今回はテテの涙にまつわるエピソードをいくつかご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。プロのアイドルである前に一人の人間でもあるテテ。キラキラとしたパフォーマンスの裏で様々な苦しみや悲しみを背負っていること、そしてそんなテテのそばには必ず彼と悲しみを分かち合い支えてくれるメンバーがいることがよくわかりますね。そして私たちアーミーも彼と共に涙を流し、彼を支える大きな存在であることは間違いありません。
これからはできるだけ笑顔でいられる日が多くなりますようにと願ってやみません。